YouTube でお弁当のアンケートを取ったところ、一番多かったのが時短作り置きができることでした。皆さんお弁当作りお疲れ様です。そこで忙しい皆さんのお力になれるよう、おかずは2品だけで OK の葵特製頑張らない弁当を考案しました。時短で作れて冷凍もできる簡単弁当です。そしてお弁当といえば、これから夏場の衛生管理が不安ですよね。実は多くの方が間違えているポイントがあるんです。今回は実際に保育園でやっているプロの衛生管理も分かりやすくお伝えしちゃいます。このチャンネルでは給食現場で実際に提供しているレシピをご紹介しています。保育園向けの献立作成も行っています。こちらもご活用ください。まず調理をする前に手をよく洗います。で、この手をよく洗うっていうのをそんなに重要視されてない方もいるかもしれないんですけど、手を30秒洗うことによって手についている細菌数が100分の1減ると言われてます。で、さらにこの30秒の手洗いを2回することによって1000分の1まで減るって言われてるんですね。私、管理栄養士学校の時にこの自分の手についている黄色ブドウ球菌を顕微鏡で見るっていう実験をしたことがあるんですけど、結構いますなかなかすごいね、こういたんですよ、細菌が。なので手を洗うだけでもこの食中毒っていうのはかなり減らすことができるので、しっかりと料理をする前に手を洗います。まずは梅ご飯を作ります。梅干しの酸っぱさの元になるクエン酸に殺菌作用があるので、ご飯が傷みにくくなります。今回は2合分で作るので、2合分のお米をざるに入れて研ぎましょう。20回ほどくるくると同じ方向に回して力を入れずに研ぐ、水で流すという工程を3回行います。2合分のお水を入れましょう。このまま30分以上浸水をします。今回梅干しを入れて炊くんですけど、梅干しに含まれる食塩がお米の吸水を妨げるので、必ずね、しっかりと浸水をしてから炊きます。梅干しは種を取り除いて粗みじん切りにします。梅干しのクエン酸には疲労回復とか、あとは食欲増進効果もあるので、夏場の食欲落ちやすい時期にこの梅干し入れるのはとてもおすすめです。梅干しに接している部分だけ傷みにくくなるので、刻んで全体に混ぜ合わせましょう。浸水が終わったらここに刻んだ梅干しをのせます。で、少しだけ広げましょう。炊き上がった後に混ぜるので、そんなにね、完全に広げなくても大丈夫。あとは通常通りに炊飯します。もちろん普通の炊飯ジャーでも同じように炊けます。炊き上がったので開けてみます。うわ、美味しそう、綺麗。炊き上がったら全体を混ぜ合わせましょう。梅のいい香りがしている。これ保育園の給食でも夏限定でよく出してたんですけど、本当にね、さっぱりしてすっごい美味しいんですよ。できました。平たいバットに広げて冷まします。直接お弁当箱に入れて冷ましてしまうと水蒸気が出て、そこから水分が出るので傷みやすくなります。なのでお弁当の時は必ずね、別の容器に入れて冷ますようにします。おかず1品目は鶏肉のカレー揚げです。カレーパウダーにも殺菌作用があるので、今回は唐揚げをカレーバージョンで作ります。鶏のカレー揚げは鶏もも肉を使います。鶏肉に触れた調理器具や手からも菌が移って食中毒を起こす可能性が出てくるので、なるべく鶏肉を触る工程や調理器具を減らした方がいいです。なので一口サイズの唐揚げ用のお肉を使うと、時短になるだけではなくて食中毒になる可能性を減らすことができます。最近見やすいかなと思ってまな板の上でやっているだけなので、このまな板もね、汚染される可能性があるので、皆さんはね、真似しないようにしてください。鶏肉にお醤油とカレーパウダーを加えます。カレーパウダーはこの普通の SB のカレーパウダーを使ってます。少量であれば完了期のお子様からでも食べられます。保育園で給食作る時もこのカレーパウダーを使ってます。で、しっかりと揉み込みましょう。お弁当用というのと、殺菌作用をね、高めるためにいつもより少しだけカレーパウダー多めにしてます。カレー粉も食欲増進効果があるので、夏場にね、このカレー揚げ本当におすすめです。さっぱりして食べやすい。そしたらラップをして密着するようにね、こうやって押さえて冷蔵庫に入れて15分以上置いて味をなじませます。鶏肉に片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶす前に皮を広げて少し形を丸くします。この状態で片栗粉をつけます。そうすると形がきれいに上がるだけではなくて、皮がね、パリッと仕上がってすごく美味しいです。
皮を広げて丸く整えてから片栗粉をつけます。撮影は見やすいようにこうやって3段階で容器分けてるんですけど、容器ねあんまり増やさない方がいいので、家でやるときは私もこのままここにポン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 って置いてるので、もうそんな感じでやってください。油を170度に温めます。夏場のお弁当の献立考えるときはなるべく水分が少ないものと考えるのがいいです。なので揚げている時に水分が飛ぶ揚げ物とか、あとは炒め物とかは、一番ねおすすめのおかずになります。入れてすぐに触ると衣が剥がれてしまうので、このまま2分ほど待ちます。2分経ったら上下を返してさらに2分揚げます。2分経ったら最後は温度を上げてだいたい190度ぐらいの高めの温度で1分ほど揚げます。そうすると2度揚げとかしなくてもカリッと仕上がるので、とってもね冷めても香ばしい状態で食べられます。全部で5分ぐらい揚げて表面がねカリッとなったら引き上げましょう。食中毒を減らすために調理中大切なポイントはよく加熱するということです。よく加熱するってちょっと曖昧でね分かりにくいと思うんですけど、心配な方はこういったね中心温度計を一つ持っておくと便利です。食中毒の原因になる細菌のほとんどが中心部が75度で1分の加熱で死滅すると言われているので、75度で1分以上保てるかなっていうのを見てみると、しっかり中が通ったかというのを確認ができます。給食現場ではこれはもう当たり前に行われていて、給食の場合はね3箇所刺してその温度をしっかりと測って記録するっていうのがねもう徹底されてます。おかず2品目はほうれん草とコーンのバターソテーです。水分が多いと菌が繁殖しやすいので、副菜は煮物よりも水分が少ない炒め物がおすすめです。人参は短い細切りにしましょう。本当はこれくらいまで頭入れたいんだけど全く見えなくなっちゃうよねほうれん草のバターソテーは人参を入れないことが多いと思うんですが、給食では栄養価を上げるため、それから彩りを良くするために人参も加えます。人参を耐熱容器に入れます。そしたらラップをして600ワットの電子レンジで2分加熱します。この後炒めるんですけど、なるべくねお弁当の時は炒める時間を短くしたいと思うので、電子レンジでまずは加熱をして炒める時間を短縮していきましょう。ベーコンも短い細切りにしましょう。結構炒める時にちぎれちゃうので、そんなに細くなくても大丈夫。あまたやってしまったフライパンに火をつけてバターを溶かします。いつもは無塩バターを使っているんですけど、今回は有塩バターを使います。塩分や糖分が多いと細菌が繁殖するための水分が少なくなるので炒めにくくなります。そしたらここに電子レンジで温めた人参と、ここに冷凍ほうれん草を加えます。今回は生のほうれん草ではなくて冷凍ほうれん草を使います。冷凍のほうれん草って意外とね栄養価がかなり高いんですよ。旬の時期に収穫したものを瞬間急速冷凍されているので、栄養価はねかなり高いです。で冷凍ほうれん草を使えば切る手間もないし、さらにさっと湯通しされているので、このアク抜きをねするために茹でる必要がなくなります。うちも冷凍ほうれん草は常に常備してます。強めの中火でほうれん草と人参をだいたい 2,3 分ほど炒めます。水分が多いと菌が繁殖しやすいので、しっかりとまずはこの炒めて水分を飛ばしていきましょう。3分ほど炒めてしっかりと水分が飛んだところで、ここにベーコンを加えます。それから水気を切ったホールコーンです。でちょっと焦げやすくなってくるので、普通の中火くらいにしてこのままベーコンに火が通るまで1分くらい炒めます。そしたら最後に塩コショウを少し振ります。今回は有塩バターとベーコンの塩気もあるので、本当に塩コショウはちょっとだけで大丈夫です。でお弁当用なので炒めにくくするために若干いつもよりは味濃いめに仕上げてます。ほうれん草とコーンのバターソテーもこれで完成です。平たい容器に移し替えて冷ましておきます。料理がしっかり冷めたら盛り付けます。ご飯からね入れていきましょう。
盛り付けの時はもう絶対にね素手で触りません。触る時は必ずねこういった使い捨て手袋をして盛り付けましょう。よくご飯とおかずをレタスで仕切る方もいると思うんですが、おかずが接触している部分から傷みやすくなるので、カップなどで独立させるのがいいです。特に梅雨時期とか夏場は使い捨てカップがおすすめです。最近は水分を吸収するカップも売っているので、そういうのを使うのもおすすめです。今回の3品とも全て冷凍保存ができます。こんな感じで1つのお弁当箱を作ってしまって蓋をして冷凍庫で保存もできます。はい、お弁当嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきます。冷めても美味しいお弁当カレー焼きいただきます。カレーのほんのりした風味があって美味しい。これ大好きなんですよ。そして梅ご飯ね。これは本当に夏場におすすめ。保育園の給食でも結構夏場がね子供たち食欲すごい落ちちゃうんですよ。だから給食のメニューでも結構カレー粉とか生姜にんにく、あとは梅系とかそういったねさっぱりしたものを結構入れるように心がけてます。食中毒のリスクを下げるお弁当の作り方は、食材にね頼りすぎない、過信しすぎないというのがまず大切です。それよりも調理の前にしっかりよく手を洗う、それから中心までねしっかりと加熱して、盛り付けの時はしっかりとね冷ました状態で盛り付けて、素手ではね絶対触らずに小分けのカップを使って盛り付けるということがとても大切になります。で、これはね夏場だけではなくて普段のお弁当作りでもずっと大切になりますので、この基本的なところを押さえて皆さん夏のねお弁当作りもこれから頑張りましょう頑張りましょう、なんて言ったらいいんだろう楽しんでください。もし好評であればまた続編をやりたいと思いますので、ぜひ面白かったという方はねコメントをねいただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございます。感想コメントでお待ちしてます。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。